はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。飲んだ翌日は朝からがっつり行きたい気分、そんな時もありますよね。今日は身支度整え、朝からラーメン食べちゃいます。それでは早速やっていきましょう。今日はいぶし銀銀丸を朝ラーに誘いましたが、ようやく電話に出た彼は朝に弱いらしく断られてしまいました。仕方がないので、フットワークの軽い暇人と新卒の鈴木くんを引き連れ、ラーメンショップを訪ねます。朝6時から営業しているラーメン屋って珍しいですよね。ラーメンショップは1960年代頃に東京都大田区で創業し、昭和のラーメンブームに乗って全国に広がっていきました。現在は全国に300店舗以上展開するフランチャイズチェーンです。ラーメンマニアからの評価が高く、親しみを込めてラーショという愛称で呼ばれています。チェーン店と聞くと、どこへ行っても同じ味が楽しめることが安心と信頼の証ですが、お店ごとに少し味が違い、フランチャイズなのにあまり縛りがないなど、お店ごとにファンがいる独特の文化があるそうです。ジロリアンたちがラーメン二郎を語るとき、何々店が美味しいよというように、ラーショ界隈でもそのような会話が飛び交っていそうですね。お店ごとの味の違いはデメリットにもなり得ますが、場合によってはメリットにもなりますね。家系の元祖と言われる吉村屋の創業者がラーメンショップで働いていたので、家系のルーツはラーメンショップにあると言われたりもします。店内を見渡すと、小盛り、並盛り、中盛り、大盛り、つけ麺、それぞれの価格表が目に入ってきます。先に券売機で食券を購入して店員さんに渡す食券システムです。ブッチャーは醤油チャーシュー麺の並をチョイスです。麺固め、味の濃さ濃いめ、油の量は普通です。つまみに迷いましたが、もやし、ネギ和えはやめて、定番の文字に惹かれて定番つまみにしました。あとはガツ刺しです。机に座ったら忘れず調味料のチェックです。紅生姜、胡椒、豆板醤、ニンニク、ごま塩、唐辛子、酢と豊富です。つまみを頼んで、さあビールと、ここでアルコールがないことに気づきました。アルコール提供はしていないけど、おつまみメニューは存在する謎。おつまみとはお酒があるから成立するものではないのか。酒が先かつまみが先か、鶏が先か卵が先か的な答えの出ないループに突入です。仕方なくお冷やとつまみで爽やかに朝の乾杯です。定番つまみはチャーシュー4枚、ネギ和え 120g、メンマ、味付け卵とかなりのボリューム感です。間違いなくビールが進む構成です。ここでビールがないのは目の前に人参ぶら下げて走る馬のようです。つまみを食えど食えどビールが飲めないモヤモヤ感。これは己との戦いです。自分ぐらいになれば今まで飲んできたビールの記憶を思い出し、その瞬間の自分を憑依させ、エアーで酒を飲んだ気分になれます。味付き卵はしっかりと味が染みていて、これは6分から7分くらいの茹で加減ですかね。以前やったゆで卵の茹で時間で得た経験を生かし、茹で時間を推測です。チャーシューは大判で適度な厚さがあるタイプです。これは豚の肩ロースですかね。冷たい状態だと少し固めですね。個人的にはもう少し柔らかめのとろっとしたチャーシューが好みです。好みは分かれますね。ネギ和えはごま油の香りがいいです。シャキッとしたネギの食感、辛みのあるネギが空っぽの胃を刺激します。メンマはブラックペッパーの効いた少しスパイシーなタイプです。つまみとしては主役は張れないけど、縁の下の力持ち的な名脇役です。ラーメンショップにはどこか懐かしい昭和のメロディーが流れています。ガツ刺しが到着です。胃袋をラーメンに向けて整えましょう。酢醤油ベースに生姜が入っている、味付けとしてはさっぱり系のガツ刺しです。ガツは結構薄切りで長めのカット、食感を残した茹で加減です。ここでメインのラーメンが到着です。早速食べてみましょう。お気づきの人もいますよね。さっき食べた定番おつまみのデジャブです。注文の際に気づきませんでしたが、定番おつまみはネギチャーシュー麺の具だったんです。いただきます。まずはスープチェックです。しっかり濃いめの豚骨ベースの醤油味でガツンとパンチがありながら、朝の準備体操中の胃の中に優しく流れ込みます。普段チャーシュー麺はほとんど頼みませんが、ラーメンショップに来るとなぜか食べたくなります。先ほどのおつまみチャーシューとは違い、温まったチャーシューは身が柔らかく感じます。温めた方が好みですね。この濃いめのスープとトッピングのネギ和えの少し辛みのあるネギの感じがバランスが取れています。
スープで少し熱が入り、くたっとなって味の絡んだネギを麺と一緒にすするのが正解です。ニンニクと豆板醤を投入し、味変です。一気に攻めな感じのラーメンに様変わりです。朝から食べるのには飛ばしてます。この後コンビニでフリスク必須です。新卒の鈴木くんのラーメンも到着です。ちょっとだけ味見をさせてもらいます。これは味噌チャーシュー麺です。味噌のコクがあり、醤油とはまた違った雰囲気が楽しめます。新卒の鈴木くんもラーメンを堪能です。どうやら彼は初めてのラーメンにニンニクデビューだそうです。暇人が新人の鈴木くんにニンニクのやり方をレクチャーします。暇人は醤油チャーシューつけ麺を注文です。これも気になるので一口もらってみると少し酸味のあるスープが特徴的です。山岡屋のつけ麺を思い出しますね。意外と見た目以上にさっぱりと食べられます。想像以上にチャーシューが多かったですね。定番おつまみ頼むならチャーシュー麺を頼む必要はありませんでした。なぜかみんなラーメンショップに来たから欲張ってチャーシュー麺をオーダーしてました。これで今日一日も仕事頑張れそうです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ラーメンショップいかがでしたか？普段なかなか朝からラーメン食べませんが、食べてみるといい一日がスタートできそうです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。どうだった？もう腹いっぱいです。次だ。レースきました。チャーシュー2本分ぐらい食ってた。そうですね。